のささやきの朗読や最初におかしいと感じたのはあの日の土の匂いだった。演習場はいつも乾いた砂の匂いしかしないのに、その日は湿った木の皮みたいな甘い匂いが漂っていた。舞台で行軍していた時、隊列の端で俺は小さな箱を踏んだ。手のひらに収まるほどの古い木箱で、誰かが埋めていたものが雨で出てきたように見えた。俺はそれを拾い上げた瞬間、なぜか周囲の音が一瞬だけ引いた。風も足音も全部が遠のいて自分の呼吸だけが耳に残った。箱は軽いのに、中で何かが転がる感触があった。開けるな、と直感が告げていたが、その理由は言葉にならなかった。ただ持ち歩いてはいけないものを掴んでしまった感覚だけが残る。隊に合流すると、後ろから歩いてきた同期の榊が眉を潜めた。なんか、匂わないか？榊は鼻を押さえ、俺の手元をじっと見つめた。その視線が箱の存在を明確に捉えているようで、とっさに背中のポケットへ隠した。その頃から、タイの雰囲気が妙にざわつき始めた。無線はノイズだらけになり、指示が届かず休憩地点がずれ、さらに二人が軽い転倒で腕を痛めた。小さな事故が重なるたびに、俺はポケットの箱がわずかに震えているような錯覚を覚えた。日が傾き、撤収の時間が近づいた頃、榊が急に立ち止まり、演習場の奥を見つめた。なあ、あれ、ずっとついてきてるの見えるか？視線の先には、人影のような黒い塊が立っていた。距離は離れているのに、形が妙にくっきりとしていて、誰かがこちらに顔を向けているようだった。その瞬間、ポケットの中で小鳥と音がした。木箱の蓋が勝手に動いた気がしたんだ。演習場を離れるほどに、あの黒い塊との距離は開いていくはずだった。なのに振り返るたび、形はさっきより近くなっているように見えた。全員で移動しているのに、視界に入るのは俺の真正面ばかり。まるで、俺だけを狙って寄ってくるみたいだった。ポケットの木箱は歩くたびに小さく音を立てた。乾いた石が転がるような、軽いけれど嫌な響き。返そう、と思えば思うほど、指先がポケットに触れるのを拒むように震えた。休憩地点に戻ると、教官の顔色が変わった。おいお前ら、誰だここに何か持ち込んだのは。そんなはずはない。演習場に落ちていたのはただの箱だ。なのに教官は、まるでそこに人以外のものが紛れ込んでいるかのような視線で、周囲を見回していた。その直後、榊が倒れた。呼吸はあるが目がうつろで焦点が合っていない。肩を掴んだ俺の手にじわりと冷たい汗が伝わった。榊の唇がかすかに動いた。返せ。戻せ。ついてきてる。榊の視線は俺の胸元、つまり木箱の位置に向いていた。その目は榊のものではなく、誰か別のものに覗き込まれているような深さだった。俺は怖くなり、木箱を取り出そうとポケットへ手を入れた。その瞬間、箱が内側からトンと叩かれた。まるで小さな手のひらが必死に外へ出ようとしているような衝撃だった。手を離したくても指が言うことを聞かなかった。木箱は勝手に揺れ始め、蓋がかすかに浮いた。そして中から乾いた息が漏れたような音がした。基地へ戻るために車両へ乗り込むと、異変はさらに加速した。
エンジンの振動に合わせて木箱が脈打つように震え、車内の空気は妙に重く圧迫されている感じがした。車窓の外には誰もいないはずの演習場の道。だが暗がりの中、黒い塊が等間隔で立ち続けていた。一つ、また一つ。俺たちを見送るようでもあり、追いかけてくるようでもあった。榊はずっと目を開けたまま動かなかった。その目に俺の姿ではなく、後ろに立つ何かが映っているようで吐き気がした。やがて車両は基地に着いた。でも降りた瞬間、俺は悟った。どこまで来てもあれは離れていなかった。ポケットの木箱が今度は自分で蓋を押し上げようとしていた。基地に着いた瞬間、空気は演習場よりも重く湿っていた。本来なら機体後の手順が淡々と進むはずなのに、その日は全員が言葉を失っていた。特に榊は誰に触れられても反応せず、ただ一点、俺の胸元だけを見続けていた。木箱の蓋はもう半分ほど開いていた。中に何かがいるというより、外に出ようと体を押し付けてきている感触が指先へ伝わった。俺は気味悪さを振りほどこうと、駆け足で倉庫の裏の暗がりへと逃げた。そこでようやく箱を地面に叩きつけた。乾いた音が響き、蓋が完全に開いた。中には丸くなった石のようなものが一つ。ただそれを見た瞬間、体が勝手に後ずさった。石じゃなかった。握りしめたまま固まった小さな拳だった。手首から先だけの小さな子供の手。見た瞬間、胸が締め付けられ呼吸が浅くなった。その手がゆっくりと開いた。そして俺に向かって指を一本だけ伸ばしたんだ。次の瞬間、背後から榊の叫び声がした。振り返ると、榊が膝から崩れ落ちていた。両腕を抱え、何度も首を振りながら、俺の横にある子供の手を見ていた。連れてくるな。戻ってくる。後ろにいる。榊の目は完全に濁り、焦点がどこにも合っていなかった。俺が駆け寄ろうとした瞬間、木箱の中の手が地面に落ちた。落ちたそれは、まるで血を這うように動き出した。指を使い、カサカサっと速い音で近づいてくる。逃げようとしたが足が動かなかった。喉の奥がひりつき、息が吸えず、視界が揺れた。その時榊の体が異様にのけぞり、胸元から黒い影のようなものが引きずり出された。人の形をしていない、滲んだ炭の塊。それが木箱の中に戻りながら、榊の体を引っ張っていった。榊は抵抗もできず、ずるずるっと地面をすりながら影に飲み込まれていった。最後に榊の手だけが地面を掴んだが、影がすべてを覆い隠し、榊の声も姿も完全に消えた。影が消えた後、木箱は静かに閉まった。何事もなかったかのように。だが足元を見ると、もう一つ手があった。小さな子供の手ではない。大人のさっき飲まれた榊の手だった。それがゆっくりと開き、俺を刺した。次はお前だというように。その夜の出来事は今でも頭から離れない。不動産屋で働き始めて2年。遅い時間の来客なんて珍しくもなかったけれど、あの日だけはなぜか胸の奥が重かった。夜の8時を回った頃、店のシャッターを半分下ろし、片付けをしていた時だった。入り口のドアが
コンコンと軽く叩かれた。もう閉店なんだけどな。そう思いながら顔を上げると、ガラス越しに人影が立っていた。スーツ姿の男性。頭を少し下げ、両手を胸の前で揃えている。契約時によく見る鍵を返しに来たお客様の姿勢だった。俺は慌ててシャッターを上げ、ドアを開けた。すいません。今日はもう。そこで言葉が止まった。その男の顔にどこか見覚えがあったんだ。それは以前担当した事故物件の入居者。3ヶ月前、俺が鍵を渡したばかりの男性。確か数日前に亡くなったと報告が来ていた。遺品整理の立ち会いにも行った。棺が霊柩車に乗せられた瞬間まで見たし、間違えるはずがなかった。なのにその男が今俺の目の前に立っている。整ったスーツ姿のまま、ほんの少し微笑んで。男は口を開かず、ただ鍵を差し出してきた。銀色のキーホルダーが蛍光灯で冷たく光った。鍵ですか？震える声で聞くと、男は小さくうなずいた。俺は反射的に受け取ってしまった。鍵はひどく冷たかった。冬の夜の外に置きっぱなしにした金属みたいに、指先がじんと痛むほど冷えていた。受け取った瞬間、男は一つも言葉を発さぬままくるりと背を向けた。そのまま店の前の歩道をまっすぐと歩き出した。待ってください。声をかけたが男は止まらなかった。歩く速さも変わらない。まるで音が届いていないみたいに、ただ同じ歩幅で前へ進むだけだった。店の明かりが届かない道路の暗がりに差し掛かったとき、男の姿がふっと薄くなった。体が闇に溶けるように輪郭がぼやけていく。次の瞬間、完全に消えていた。そこには誰もいなかった。走り去る音も、靴の跡も、影すら残っていない。手のひらにある鍵だけがありえない出来事の証拠だった。そしてその鍵に触れている指先がずっとひりつくように冷えたままだった。鍵を受け取ったあの夜から妙なことが続いた。まず、店の奥の事務所に置いていたはずの鍵が朝になるとカウンターの上に移動していた。置き忘れかと思った。だが、3日続けて同じ場所に勝手に置かれていた。キーホルダーの冷たさだけはあの日と変わらないままだった。4日目の夜、俺は鍵をデスクの引き出しの奥に入れ、重い書類を上から乗せて帰った。これなら動かない、そう思っていた。店を閉めアパートに戻り、シャワーを浴びて布団に入った頃、テーブルの上で、チャリンという金属が触れる小さな音がした。寝返りを打ってライトをつけた瞬間、息が凍った。テーブルの中央にあの鍵が置かれていたんだ。店の引き出しに入れてきたはずのものが自分の部屋の真ん中にある。俺は理解が追いつかず手が震えた。鍵をつまんでみると相変わらず氷のように冷たかった。その冷たさだけが生きている感じがして反射的に放り出してしまった。翌朝店に出るとシャッター前に見覚えのある靴の跡が残っていた。あの男が履いていた革靴の形にそっくりだった。だが、その跡は途中で途切れていた。店の前のアスファルトで急に消えている。その瞬間背中が勝手にざわついた。その日の夕方、事故物件の管理担当から連絡が来た。例の部屋、深夜に誰かが出入りしているみたいなんだ。近隣の人がスーツ姿の男が入っていくのを何度か見てるらしい。
俺は反射的に言葉が出た。鍵は帰ってきてますよ。担当者が一瞬黙った後、低い声で言った。いやー、その部屋、もう鍵全部交換してるんだ。血の気が引いた。じゃあ店に置かれていた鍵も、部屋に入ったという男も、本来存在しないはずのものになる。その日の夜、俺は覚悟を決めてあの部屋へと向かった。逃げているだけでは終わらない気がしたからだ。事故物件の前に立つと、曇ったガラス窓の向こうに薄い影が一つ揺れていた。動いている。確実に誰かが中にいる。俺の手にはあの日受け取った返された鍵。その金属の冷たさはもう皮膚に食い込むような冷たさだった。俺はその鍵で開くはずのないドアにそっと差し込んだ。鍵を差し込んだ瞬間、カチリと軽く音がした。交換済みの鍵のはずなのに開いたんだ。ゆっくりドアを押すと中は真っ暗だった。電気は落ち、空気だけが重くよどんでいる。部屋の中央には何もなく、ただ湿った匂いが漂っていた。一歩踏み出す、その瞬間だった。背後でガチャッとドアの鍵が内側からゆっくり閉まった。反射的に振り向いたが誰もいない。けれど確かに誰かに閉められた。ドアノブをつかむがびくともしなかった。外から鍵をかけられたように完全に動かない。暗闇の奥で不意にスーツの擦れる音がした。男がそこに立っていたんだ。3日前に亡くなったはずの入居者。スーツ姿のままあの日と同じ姿勢で肩を落としている。照明がついていないのにその輪郭だけがくっきりと見えた。まるで影そのものが光っているようだった。男は歩き出した。だが足音はない。ただ床の上を滑って近づいてくる。その動きがこの世のものではなく、膝の曲がり方も腕の角度も全部が人間の不自然な動きから外れていた。俺は後ずさった。逃げようにもドアは開かない。窓も固く閉ざされている。男が数歩手前で止まり、胸元からゆっくりと何かを取り出した。それはあの日俺が渡した最初の鍵だった。男は口を開いた。声ではなく空気の震えみたいな響きで。返した。だからお前が持て。次の瞬間部屋が一気に冷えた。足首に何かが絡みつく。床から伸びる黒い手のような影が俺の足を掴んで離さない。引っ張られる。床に吸い込まれるみたいに全身が沈んでいく。やめてくれ！叫んでも腕が震えるだけで動かない。男がじっとこちらを見て、右手をゆっくりと差し出した。ここは、開けたらダメなんだよ。理解した。あの日鍵を返しに来たのは、部屋に呼ばれたからではない。部屋が次の人間を欲しがっていたからだ。足が完全に床に沈んだ。腰まで影に飲み込まれ、冷たさが骨に突き刺さる。そして男が最後に小さく頭を下げた。まるで引き継ぎの挨拶みたいに。視界が黒に染まり、体は完全に床の下へと落ちていった。最後に見えたのは、男の足元に転がる俺のスマホと、鍵を返しに来ました、と書かれた未送信のメモだった。もうこの部屋から俺は出ることはできなかった。あの杭を抜いた瞬間から
俺の背中には誰かが乗っている。深夜、山間の古いドライブインに寄った。帰り道は人気がなく、街灯も白い明滅を繰り返しているだけだった。眠気がやばかった俺は、駐車場の端に車を止めて、外で少しだけ冷たい空気を吸おうとした。その時、足元の草むらで金属が風に揺れるような音がした。カラン、カランという音。近づくと草をかき分けた先に一本の木の杭が立っていた。木製だが、頭に赤い布が巻かれ、根元には古い錆びた鎖が絡まっている。それはまるで何かを止めているような見た目だった。杭の横には小さな木札が刺さっていた。文字は薄れていたが、一部だけは読み取れた。踏み入るな、風。この山にそんな金属地があったか。そう疑問に思い、木札を指でなぞった瞬間、杭がゆっくりと傾いた。ぐらついた勢いで根元が少し浮いた。鎖がギチッとなる。気味が悪くて離れようとしたが、すでに遅かった。足が何かに絡まって転んだ拍子に、杭を思いっきり掴んでしまった。その瞬間、ずるっと杭が完全に抜けた。手応えは土ではなかった。柔らかい肉を引き裂くような湿った感触。沈んだ穴の奥から冷たい風が吹き上がってきた。風の中に聞いたことのない声が混じっていた。ああ、ああ、という声。か細くて、だが近い。耳のすぐ横で囁かれたような感覚だった。俺は慌てて杭を穴に戻そうとしたが、もう入らなかった。穴は杭の形ではなく、まるで人の腕の太さに合わせて広がっていた。そして次の瞬間、背中全体が冷たくなった。何かが這い乗ったんだ。ゆっくり俺の肩の位置まで。呼吸が止まる。だが振り返れない。振り返ったら見てしまうと本能で分かった。その状態のまま車へ戻ろうとしたが、足が重い。まるで背中から力を奪われているようだった。なんとか車内に逃げ込んでドアを閉めた瞬間、背中に乗っていたそれが俺の右肩に手を回した。冷たく細い指。だが人間ではない角度で曲がった関節。指先が喉元まで滑り降りてきてそこで止まり、ゆっくりと押された。息が止まる。本気で死を覚悟した。震える手でエンジンをかけ、無我夢中で山道を出た。ドライブインの白い街灯が遠ざかる。なのに背中の重みは消えなかった。だから気づいた。あれは杭が封じていたものではない。杭そのものがあいつの腕だった。完全に抜いたせいで封を解いたのではなく、繋がれた先の相手を引きずり出してしまった。家に着く頃には呼吸をするだけで肩がきしむほど重かった。そしてその夜、風呂場の鏡で自分の背中を見た瞬間、俺は確信した。肩に黒い指の形が5本くっきりと沈んでいたんだ。鏡に映った自分の背中はもう俺のじゃなかった。肩に刻まれた5本の指跡は普通のあざではない。皮膚の下に深く押し込まれている。まるで骨の内側にまで指が入り込んでいるような異様な沈み方だった。触れると冷たい。自分の体温とは明らかに違う。そして触った指先にかすかに脈のようなものが伝わった。俺の脈ではない。背中の何かの鼓動だ。その夜は怖くて眠れず、背中を壁につけて座ったまま朝を迎えた。しかし朝になっても指跡の冷たさは消えなかった。仕事に向かうために車に乗り込むと、
背中のあざがじんわりと熱を帯び始めた。冷たかったはずの指の跡が今度は炭のように熱い。渦を巻くように肩の奥で動き出している。サイドミラーに映る自分の顔色が悪くなっていくのが分かった。目の下が黒く、頬がこけて皮膚が薄く乾いていく。まるで背中に乗ったそれに吸われているように。嫌な予感がして昨日のドライブインへ戻る決意をした。あの杭を抜いた場所にまだ何か残っているはずだ。山道の曲がり角を曲がるたびに背中の重みが増していく。まるで帰る場所を察知しているように肩の奥で指がギュッと締まった。ドライブインに着くと建物の前には強い風が吹きつけていた。街灯は揺れているのに音がしない。風の音がまるで吸い込まれているように周囲だけ異様に静かだった。杭があった草むらへ足を進める。距離が近づくほど背中の指がキリキリと骨を締める。呼吸を奪われるような圧迫感。杭の抜けた穴は昨日より大きくなっていた。土が沈み、地面が陥没している。そして穴の底には黒い濃霧のようなものが渦巻いていた。その霧の中から白くて異様に細い腕が2本突き出ていた。左右の腕が地面をゆっくり掘り広げるように動いている。土を掴んでは押しのけ、杭の跡をさらに大きく裂いていく。俺の背中の指の跡がその動きに合わせて震えた。まるで背負っているそれが穴の腕と同じリズムで呼吸しているかのようだった。すると突然風が止んだ。耳が痛くなるほどの静寂。その直後、穴の中から声がした。返せ。乾いた声。だが確かに俺を刺していた。背中の指が骨を砕くほど強く締め上げた。膝が折れ、地面に倒れ込む。呼吸ができない。肩の奥で何かが引っ張られる。まるで背中の後ろから自分が引き抜かれるような感覚。穴から伸びた2本の腕が地面を引き裂きながらこちらへ伸びてくる。その動きの先端に黒い影がゆっくりと立ち上がった。杭の根元で封じられていた本体がついに地上へ肩を出した。背中の重みはもう乗っているというレベルではなかった。完全に張り付き、骨と骨の隙間に入り込んでいる。このままでは俺の体ごと穴へ引きずり込まれる。その時、影が太い腕で地面をつかみ、泥まみれの顔がゆっくりとこちらに向いた。視線が合った瞬間、背中のそれが震えた。逃げられなかった。あの影が顔を上げた瞬間、背中の指が一斉に開いた。穴から立ち上がった影は、泥にまみれた痩せ細った体だった。両腕は杭を押し返す時に潰れたのか、関節が正しい方向を向いていない。だがその動きは確実に俺へ向いていた。目はなかった。代わりに穴の奥の闇とつながったような空洞が2つあった。そこから湿った風が漏れ、俺の背中のあざが同じリズムで脈打った。もう俺の背中と向こう側はつながっている。影は地面に爪を立て、ゆっくりと這い寄ってきた。土をかくたび、黒い霧が煙のように吹き出し、穴がさらに広がった。俺は必死で後ずさったが、足が動かない。背中のそれが骨ごと掴んで動きを止めていた。影が手を伸ばした。長い指は人間のものとは思えない角度で曲がり、空気を切り裂きながら俺の肩へと触れた。触れた瞬間、自分の体の重心が背中から外へ吸い出されるような感覚が走った。息が止まり、視界が裏返る。影が低く土をするような声で言った。返せ。よこせ。つなぎ落とした。
意味はわからない。だが、俺が杭を抜いたことで、向こう側の誰かの鎖を引きちぎったんだと直感した。その代償を俺の体で払わされている。背中の指がさらに深く沈んだ。骨の隙間を割り、内臓へ食い込むような痛みが走った。俺は思わず叫んだが、声は途切れ途切れで自分のものとは思えない音だった。影が俺の肩に顔を寄せた。空洞のような目の奥で黒い霧が渦を巻き、そこから腕のような何かが伸び、俺の影が地面から剥がれた。影は本来の形から裂け、別の人の形に変わっていく。背中から引きずり出されるように、俺の影の半身が地面の方へと倒れた。影の半身は俺を見上げ、泥の口を開いた。帰った。その瞬間、穴の中の影が俺の足首をつかみ、全力で地中へ引きずり込んだ。泥が波のように沈み、土と霧と冷たい空気が一気に押し寄せてくる。体の後ろ半分が穴へ飲まれた。地面の縁へ必死で手を伸ばすが、指が滑る。背中のそれはもう、俺の肉の外側に完全に出ていて、影の形のまま俺を押し込むように乗っていた。地面に残せたのは俺の腕だけだった。最後に見えたのは、穴の縁に引っかかった俺の手首が影の腕につかまれ、音もなく引きちぎられる瞬間だった。そして土が閉じた。後には杭の抜けた穴だけが残り、そこに俺の手首が転がっていた。翌朝、ドライブインの街灯が照らしたその手首の横には、新しい杭が一本立っていた。杭の表面には、薄くこう刻まれていた。ふう、次のものが抜くまで。葬式場のあの部屋に入った瞬間から胸の奥がざわついていた。湿ったような空気のせいだけではない。遺影の前に立った瞬間、背中をつかまれたような違和感があった。その日は職場の先輩、藤井さんの葬儀だった。まだ50代で突然の出来事だったらしい。式場の受付で名前を書き、祭壇のホールへ入ると、遺影が中央に掲げられていた。遺影の藤井さんはいつも見ていた穏やかな顔だ。けれど写真の中の目だけが、どこかこちらを見ないようにしているように見えた。本当は、そこが変だと思ったのはこの時だけではなかった。焼香の列に並び、遺影に一礼した時だ。藤井さんの目線がわずかに横へずれたんだ。最初は照明のせいかと思った。影が揺れただけだと自分に言い聞かした。だが、その横を向いた先を見て背筋が冷えた。そこには誰もいなかった。空っぽの席へ藤井さんの遺影は確かに視線を向けていた。列が進むにつれ、俺は落ち着かなくなっていった。焼香を終えて席に戻ったが、視界の端で遺影がずっと気になって仕方ない。目をそらすたびにさっきの横目が浮かんでくる。ふと同じ部署の後輩が言った。先輩、なんか遺影、ちょっと変じゃないですか？俺は心臓が跳ねた。見えていたのは俺だけではなかった。どこが？と聞くと、後輩は眉を寄せたまま遺影を指した。いやー、さっきと角度が違うような。なんか、最前列を見ているように見えるんですよね。最前列。そこには喪主である奥さんが座っていた。俺は思わず遺影を見た。さっきまで空席の方を見ていた藤井さんが、まるで聞き耳を立てるように目線を最前列へ向けていた。
動いている。その言葉が頭を支配した。写真なんて動くはずがないのに、どう見ても角度が変わっていた。光の加減では説明できないほど、はっきりと。だがその時はまだ理由がわからなかった。遺影が何を見ているのかも。式が終わり、会場から出る時だった。ふと振り返ると、遺影の藤井さんが今度は俺の方へ顔を向けていた。さっきまで正面を見ていたはずなのに、まるで列の最後尾にいた俺を確認するように。その目線が完全に生きた目だった。俺は逃げるように式場を出たが、胸のざわつきは消えなかった。むしろ強くなっていた。あの遺影は誰かを見ていた。写真ではなく、意志を持った何かみたいに。そしてその次の日、その理由がはっきりとした。葬儀の翌日、出社すると部署全体が落ち着かない空気に包まれていた。藤井さんの話題を避けているようでもあり、逆に気にしているようでもあった。デスクに座ると、隣の同僚が声を潜めた。昨日の葬儀、ちょっと変じゃなかったか。まさか同じものを見ていたのかと思ったが、同僚は続けた。奥さん、式が終わってから倒れたらしいんだ。病院に運ばれたって。理由まではわからない。ただ、あの遺影が最前列を見ていた理由が脳裏をよぎる。奥さんを見ていたようにしか思えなかった。不安を抱えたまま昼休みに入った頃だった。スマホが震え、後輩からメッセージが届いた。先輩、式場の人が連絡してきました。昨日の家、位置が少し動いていたそうです。誰も触っていないのに。読み終わると冷たい汗が背中を伝った。あの動きは思い違いではなかった。家は本当に向きを変えていた。その日の午後、仕事終わりに俺は一人で葬式場へ向かった。落ち着かないまま帰るより確かめなければいけない気がした。受付で名を告げ、遺影が飾られていたホールに案内してもらう。祭壇は片付けられ、遺影だけが台の上に残されていた。白い布の奥、静かな空気の中に藤井さんの写真がポツンと立っている。遠目から見た瞬間わかった。遺影はまっすぐ正面を向いていなかった。台の端の方、ちょうど俺が立っている位置へ斜めに角度をつけてこちらを見ていた。ぞくりとした。まるで俺が来るのを待っていたような角度だった。一歩近づく。遺影の目が照明に反射してわずかに光った。二歩近づく。藤井さんの目はまるで生きていた頃のようにまっすぐ俺を捉えていた。その時スタッフが横で言った。昨日の片付けの時はもっと違う角度でしたよ。その位置に向いていた覚えはないんです。その言葉に背中が固まる。ふと遺影の前の台を見ると、白い紙の端が床に落ちていた。風で飛ばされたのかと思い拾い上げる。そこには黒いペンでこう書かれていた。見ている。手が震えて紙を落とした。どう見ても藤井さんの字だった。後輩が言っていた、最前列を見ているように見える、という言葉が頭で反響する。あの遺影は、昨日からずっと誰かを探すように向きを変えていた。そして今その視線は、完全に俺を捉えている。次の瞬間、背後の空気がふっと重くなった。誰かが後ろに立ったように感じた。ゆっくり振り返ると誰もいない。ただ床に落ちた紙が一枚、俺の足元まで滑ってきた。次はお前。紙を見た瞬間、吐き気に近い寒さが胸を突き上げた。遺影が俺を振り返っている理由がやっと分かった。
次はお前。その髪を見た瞬間、式場の空気が一気に重くなった。胸の奥が固まって、息を吸うだけで痛みを覚えるほどだった。家の藤井さんは相変わらず俺の方を向いている。写真のはずなのに視線に温度があった。逃げよう。そう思い振り返って歩き出した時だった。背後で台がきしむ音がした。ゆっくりと何かが動くような音。俺は振り返る気にはなれなかった。ただ分かった。家の向きがまた変わった。出口へ向かおうとした。だがホールの奥からバタンと何かが倒れる音が響いた。それは家のフレームだった。怖くて確かめられないまま走って控え室を抜け、式場の外に出た。夕方の冷たい風が一気に体を包んだが、安心はできなかった。胸の奥のざわつきはむしろ強くなった。その夜自宅に戻っても落ち着かず眠れなかった。風呂場の鏡に映る自分の顔がやけにくすんで見える。疲れだと思い早めに布団へ入った。だが深夜、リビングの方から小さくガタンと音がした。家には俺しかいない。息を殺して耳を澄ませると、壁の向こうで何かが擦れるような音がする。布団から出て廊下を覗いた。暗闇の奥、リビングの入り口に薄い光が漏れている。まるで誰かが居間の照明を弱くつけたように。足が勝手に動いた。息をするたびに喉が渇く。リビングに入ると、テーブルの上に家のフレームが立っていた。昨日式場で倒れたはずのあの家。なぜか俺の家にある。藤井さんは正面を向いていない。斜め下、ちょうど部屋の隅を見ている。その視線の先をゆっくりとたどった。暗闇の隅に人影があった。背の高い男が壁にぴったり張り付いた姿勢で立っていた。輪郭は藤井さんそのまま。ただ顔だけは写真と同じ無表情だった。家が静かにその男を見ていた。まるで鏡を覗き込むように。その時男の首がぎこちなく回った。関節が引っかかるような不自然な角度で、カクッ、カクッとこちらへ向く。最後に視線が俺で止まった。黒目が写真と同じ位置にあった。そして家のフレームが一人でに少し傾いた。まるで次はここだと示すように。藤井さんの口がゆっくりと動いた。写真なのに動いたんだ。一言だけはっきりと唇が形を作った。見てるぞ。電気が一瞬だけ消えたその瞬間、影も家もまとめて消えた。ただ、テーブルの上に一枚の紙だけが残っていた。これからは、そっちから振り返る。その夜から、家の鏡はどれもほんの少しだけ角度が変わって見える。まるで、俺の背中を振り返っているみたいに。深夜のサービスエリアでアルバイトをしていた頃、俺はよく警備室のモニター監視を任されていた。売店もレストランも閉まり、人の気配が完全に消える時間帯だ。街灯の白い光だけが駐車場をぼんやりと照らし、風の音と換気扇の低いうなりだけが響く。あの夜もいつも通りだったはずだ。23時を過ぎ、巡回から戻った俺は警備室の椅子に座り、モニターをぼんやりと眺めていた。計8台。トイレ前、駐車場、売店前、バックヤード、廃棄物置き場、そして休憩所通路。普段なら何も起きない
眠気との戦いになる時間だ。だが異変はゆっくりと始まった。モニターの一つ、休憩所通路と表示されたカメラの映像だけが淡く揺れるように乱れていた。電波のノイズみたいに画面の端がじりじり滲んで見える。最初は老朽化だと思った。しかし他のカメラは正常だ。問題があるのはその通路だけ。俺が身を乗り出して見つめたとき、揺れは突然止まった。そして画面の奥、自動販売機の影から誰かが顔を覗かせた。白い、輪郭が異常に細い。髪が濡れているように見えた。サービスエリアはすでに閉館しており、一般客が入り込める場所ではない。そもそも通路の自動ドアは施錠されているんだ。俺は慌てて巡回用の無線を手に取ったが、その瞬間、画面が変わった。覗いていた顔のようなものが通路の中央に立っていた。まるでカメラに気づいて近づいたかのように。しかしおかしい。その体には影がない。照明に照らされる位置なのに足元に人影が落ちていなかった。俺は画面を凝視しながら背中がじわじわ汗ばんでいくのを感じた。そして気づいた。モニターの右上に小さく表示されていた録画年月日が10年前の日付に変わっていた。俺は息を飲んだまま固まった。ボタンにも触れていないし、誤作動とも思えない。その時通路の白い影がこちらを向いた。カメラ越しに目が合った感覚があった。映像が10年前のはずなのに、そいつは今俺を見ている。次の瞬間、モニターのスピーカーから水の滴る音が落ちてきた。俺は警備室の扉に手を伸ばしかけた。逃げるというより、ここにいたらまずい、と本能が告げていたんだ。だが足は動かなかった。その白い影は映像の中でゆっくりと動き出した。通路の奥へ、カメラの死角へ。まるで何かを探すように濡れた足音だけがスピーカー越しに響いた。そしてついに影は画面から消えた。そのわずか数秒後だった。バックヤードのモニターが勝手に切り替わったんだ。誰も触っていないのに。そこに映ったものを見て、俺は声を出せずに固まった。バックヤードの非常扉の前に先ほどの白い影が立っていたんだ。画面のこちら側に来たんだ。バックヤード前に立つ白い影はモニター越しでも異常さが際立っていた。照明に照らされているのに体の輪郭が光を吸い込むように縁だけ滲んで見える。足元には影がない。それなのに画面のスピーカーからはペタペタと濡れた裸足のような音だけが響き続けている。俺は思わず椅子を蹴り、警備室の後ろへ下がった。映像は現在の様子なのか、それとも10年前の記録なのか、判断がつかなかった。ただ一つ確かなのは、あれはカメラの向こうではなく、今この施設のどこかにいる、ということだった。非常扉の前に立つ影は、そのまま微動だにしなかった。ところが突然、モニターがカチッと切り替わった。触ってない。勝手にだ。次に映ったのは売店裏の通路。そこは俺がほんの1時間前に巡回した場所で、誰も入らないはずのハイスペースだ。薄暗い通路の中央、白い影がそこにも立っていた。俺の喉が渇く。さっきまでバックヤードの前にいたはずだ。距離にして50メートル以上はある。移動するにはカメラに映るはずの通路を通らなければならない。
なのに映像には移動の瞬間が一切なかった。まるで画面ごと飛んでいる。そしてさらにモニターが切り替わった。今度はトイレの前の通路。深夜の無人のはずの場所に白い影が立っている。そいつはある一点だけを見つめていた。それは警備室へ続くガラス扉の方。俺は血の気が引いた。カメラ越しに俺の居場所を把握している。まるで順番に近づいてきているみたいだった。とその時、警備室の天井のスピーカーからピチャン、ピチャンと水が垂れる音が落ちてきた。思わず見上げる。天井は乾いている。水もない。けれど音だけが降り注ぐ。次の瞬間、モニターが一斉にノイズを起こし、全部の画面が真っ黒になった。暗転。音だけが残る。ペタ、ペタ、ペタ。それは警備室の手前の廊下を歩く音だった。モニターが再点灯した瞬間、俺は息を飲んだ。画面には警備室前の廊下が映っていた。カメラアングルは天井近くからの俯瞰だった。そこに白い影が立っていた。すぐ外、扉の向こう。影は動かない。ただガラス扉の方へ首だけをゆっくりと傾けた。それはまるで俺の顔を探すように。俺は椅子を押し倒して後ずさった。こんな近くまで来ているのに音は止まっていた。その静寂が逆に異常だった。モニターの中の影が首を元に戻すと、ゆっくり腕を上げた。そしてガラス扉を叩いた。コンと一度だけ。軽いのに骨まで冷える音だった。ガラス扉を叩くコンの音で警備室全体の空気が変わった。冷房でもないのに肌が波打ち、呼吸が浅くなる。モニターの中の白い影は扉の前から動かずに、ただこちらの様子を伺うようにゆっくりと首を傾け続けていた。影の顔は白くぼやけ、人の形をしているのに人ではない。それなのに俺を見ているという確信だけが骨の奥で鳴った。逃げなければこのままでは来てしまう。本能だけで俺は非常通報ボタンを押そうとした。だが指が触れる直前、モニターが一斉に揺れた。画面が切り替わる。切り替わる。切り替わる。どの画面にも白い影が映る。売店の前、ゴミ置き場、レストランの入り口、バックヤード、街灯の下、裏口通路。次々に画面が飛び、どの映像にも影が立っている。まるで影の方がモニターを操っているみたいだった。そしてすべての画面が止まった。8台のモニター、全部同じ場所を映している。それは警備室の中。今俺がいる場所。俯瞰の視点。ドアの向こうからではなく、天井から覗き込んだような映像。俺は震えながら天井を見上げた。そこにはカメラなんてない。そんな位置にカメラなんてついていない。なのにモニターには俺の頭のてっぺんが映っている。ありえない。これは誰かが天井から俺を覗いているということだ。そしてスピーカーから突然、水が滴る音が大量に降ってきた。ピチャン、ピチャン、ピチャンと、まるで天井いっぱいに水がたまり、そこから落ち続けているような音。次の瞬間、照明が一瞬だけ落ちて、部屋が暗闇に沈んだ。
ほんの1秒、それで十分だった。照明が戻った時、俺は見てしまった。ガラス扉の内側に白い手形がべったりとついている。外側じゃない、内側だ。つまり中にいる。扉にも鍵にも触れていないのに。俺は叫んで部屋を飛び出し、サービスエリアの裏口から外へ走った。背後で何かが床を叩く音がしたが、振り返る勇気はなかった。そのまま警備室へ戻らずに本部へと連絡し、あの夜の勤務は強制的に終了になった。そして翌朝、上司が確認して言った。昨夜の監視映像、なぜか10年前のデータが上書きされているんだよ。お前が見ていた時間帯全部、10年前の事故の日に変わってるんだ。10年前、売店裏の通路で女性が不審死した事件があった。カメラには誰も通っていないはずの通路に白い影が立ち続けていたという。上司は続けて言った。それと警備室、ガラス扉の内側の手形だけがどうしても消えないんだ。漂白しても洗剤でも跡が残っちまうんだよ。そして最後に背筋が抜ける言葉を聞いた。昨夜のモニターさ、天井から映したって言ってたよな。あそこカメラないだろ。でもさ、10年前の映像にもお前の同じ位置に手形があったんだ。まるでそこにずっと誰かがいたみたいにさ。その日から俺は深夜のサービスエリアで働くのをやめた。だがやめてからも夜になるとたまに思い出す。あの時のガラス扉の手形、中からついた手形がほんの少しだけ内側へ押し開く形に歪んでいたことを。正直に言うと、その日は最初から眠気がおかしかった。夜の運転は慣れている。休憩のタイミングも自分なりに決めている。なのにその日は違った。信号待ちのたび、意識が一瞬落ちるんだ。はっとして前を見ると、赤信号のまま時間だけが進んでいた。ラジオを大きくしても、窓を少し開けても眠気は引かなかった。頭の奥がじわじわと重くなる。そんな時、前方に道の駅の看板が見えた。俺は吸い寄せられるようにハンドルを切っていた。駐車場は思ったより静かだった。深夜なのに車がやけに多い。エンジンを切った瞬間、急に強い眠気が押し寄せた。目を閉じたらそのまま落ちてしまいそうだった。だが車内で視線を感じて目を開けた。フロントガラスの向こう、駐車場の奥に小さな看板が立っている。白地に赤い文字。車中泊禁止区域。妙に目に入る。この広さでわざわざ深夜に強調する必要があるのか。そう思って車内に戻っても、その文字が頭から離れなかった。まぶたが重くなる。ほんの数分だけ休もう。
そう思った瞬間、ドアの外で音がした。一つ、また一つ、ゆっくりと車の周りを回っている。ミラー越しに見ると誰もいない。なのに足音だけは止まらなかった。その時、看板の文字がふと違って見えた。眠るな。そう書かれているように見えたんだ。エンジンは切ったままなのに、車内がやけに暖かい。窓は閉めている。ヒーターも入れてない。それでもまぶたが勝手に下がってくる。目を閉じるたびに夢とも現実ともつかない映像が浮かんでは消えた。駐車場、同じ車、同じ看板。何度も同じ場面に戻される。はっとして目を開けると数分しか経っていない。時計はほとんど進んでいなかった。外を見る。さっきまで見えていた車中泊禁止区域のあの看板が少し近づいている。気のせいだと思って視線をそらす。だが別の場所にあるはずの看板もすべて同じ距離に見えた。まるで車を中心に円を描くように配置されている。その円の外側、暗がりの中に人影があった。立っているのか座っているのかわからなかった。ただこちらを向いている。数を数えようとしてやめた。眠気が急に強くなる。その時、頭の中で誰かの声がした。少しだけでいい。目を閉じろ。その声は自分のものだった。ドアに手を伸ばし、外に出ようとした。だが、体が思うように動かなかった。代わりに視線だけが勝手に看板へ向いたんだ。文字が変わっていた。車中泊禁止区域。その下に小さな文字が増えていた。代わりにここで休め。ゾッとするより先に理解してしまった。この場所は休ませるための場所ではない。起こさないための場所だったんだ。眠ったまま動かなくなった車が周囲に多い理由。ナンバープレートが汚れていた理由。その時、隣に止まっていた車の中で誰かがゆっくりとこちらを見た。目を閉じたまま。その顔が自分とよく似ていたんだ。俺は耐えきれずハンドルを強く握った。このまま目を閉じたら戻れない。理由はわからないが、それだけははっきりしていた。ドアを開け、外の冷たい空気を吸い込んだ。一瞬眠気が引いた。だが駐車場の光景を見て足が止まる。すべての車の中で誰かが眠っている。シートに倒れ、ハンドルにもたれ、
同じ姿勢で。どの顔も安らかだった。不自然なほどその中心にあの看板が立っていた。看板の裏側に別の文字が書かれている。風に揺れて一瞬だけ見えた。気象不可。その瞬間、地面に細い白線が浮かび上がった。白線は眠っている車を囲み、自分の足元まで伸びてきた。俺は線を越えたら終わってしまうと直感した。必死に線の外へ一歩踏み出す。その瞬間、背後でエンジン音が鳴り出した。誰も乗っていない車が一斉にライトをつける。眩しさの中で眠っていた顔が同時に目を開けた。こちらを見る。瞬き一つせずに。その時、声が重なって聞こえた。戻れ。まだ休める。足元の白線がじりじりと近づいてくる。俺は転げるように車へ戻り、エンジンをかけた。タイヤが鳴り、白線を踏み越える。その瞬間、すべてが消えた。気づくと、普通の国道を走っていたんだ。看板も駐車場もなかった。俺は後日、あの道の駅を調べた。そこは正式な休憩施設ではなく、昔仮眠中に起きなくなる事例が相次ぎ、封鎖された場所だった。車中泊禁止区域という表示は注意ではない。選別だ。眠っていい人間と起きたまま逃げられる人間を分けるための。今も夜の道を走ると、あの看板が視界の端に現れる。眠気が強い日ほどはっきりと。だからもし見つけても絶対に車を止めないでほしい。あそこは休む場所ではない。目を閉じた人間を置いていく場所なんだ。